今回はですね、僕が普段使用している GT タックルについて解説します。今回持ってきているタックルは2つ。まずはこちらオフショアで使っているタックル、そしてもう一つはショアで使っているタックルです。でこちらのロッド、リール、ラインについて今から解説していきます。まずはオフショアで使っている道具ですね。ロッドが8フィート3インチのフルスロットルというロッドです。でリールがステラの14000番 XG です。それにラインが SMP の8号。はい、これで数々の巨大魚と戦ってきました。でそうですね、もう100点です。僕の中ではもうキャストしててのフィーリングも強度もすごくストレスがない、これ以上ないラインだと思ってます。はい、メインラインは SMP です。そしてその先につける、スペーサーとしてこちらのイシダイ P、気に入ってる点はこちらですね。色 SMP がステルスグレーという色なんですけど、その色を損なわないカラーになってます。そして強度も強いし、根ずれにも強いということで僕はすごい気に入ってます。ショアで使う時は4ヒロ入れてるんですけど、そちらの方もちょっと後ほど解説します。はい、でその先のリーダーですね。その先のリーダーは、使うルアーによって分けているんですけど、基本的にペンシルを使う時は150ポンドのオーシャンレコードショックリーダー、こちらを使用しています。でポッパーとかちょっと大きいペンシル、そういったものを使う時は、オーシャンレコードショックリーダーの180ポンド、こちらを使用しています。このリーダーの気に入っている点はしなやかでありながらある程度張りがあるところです。新しく SMP ショックリーダーというのが出て、結構伸びのある特徴があるリーダーなんですけど、それに比べてこのリーダーは少し張りがあるので、僕は結構 GT フィッシングやってる中でポッパーを使用することがあります。ある程度口がでかいポッパーを使う時に、柔らかいリーダーだとアクション入れて時間差でポコンとなるんですけど、このオーシャンレコードショックリーダーを使っているとしっかりアクション入れたタイミングでルアーもポコンと動いてくれるので、GT でそうですね、ポッパーを対応する僕にとってはこのオーシャンレコードショックリーダーがすごい合ってます。僕の知り合いで平正やる方も何人かいるんですけど、その人たちは柔らかい方がしっかりペンシルとかが水を噛むっていうので、そこはもう好みによって分けるといいと思います。続いてこちらですね、ショアで使うタックル、これはコルトスナイパーリミテッドの 98XXH にリールがステラの18000番 HG です。でこれにさっきと同じように SMP の8号メインで入れてて、その先にイシダイ P の20号もしくは30号、これは根の粗さによってちょっと使い分けています。ちょっと根が粗い場所では30号で、割と根ずれしにくい場所では20号を使用しています。これを長さとして4ヒロから5ヒロ取っています。これもさっきと同じように根が粗い場所では5ヒロ、根がそんなに粗くない場所では4ヒロといった区切りで使用しています。ショアで使うときは基本的にやっぱり根ずれのリスクが上がるので180ポンド一択でやってます。続いてはノットの話をします。まずメインライン SMP からイシダイ P への結束です。この結束は FG ノットで組んでいます。この FG ノットの一つこだわりとしては、最初の編み込みの部分を緩めに組んでいます。こうやって最初編み込む場面があるんですけど、その感覚をキツキツに詰めるわけではなく、少し緩めにやることによってこのバッテンがこういう感じですね。こういうバッテンじゃなくてこういうバッテンを作っていくような感覚で組みます。そうすることによってこの編み込める部分が柔らかくなるので、ガイドに干渉しにくくライントラブルが起きにくいです。それとPE と PE の結束なので、やっぱり熱に弱いっていうのがあって、こうやってバッテンが詰まっているとここに力が凝縮して少しキュッて滑った時にその熱で PE が切れちゃうことがあります。なのでそういったものを防ぐためにも少し緩めに組んで、全体でPE を掴んでいるような状態を作ることによって一日中キャストしてもトラブルが起きません。なおかつ強度も強いままなので、
僕はいろいろ試したんですけど、この最初の編み込み、ここは緩めに組むようにしています。で、だいたい回数が最初の編み込み10回、後ろのハーフヒッチが10回で、その先のエンドまでのメインラインのハーフヒッチが5回、だいたい10、15ぐらいでやっています。で、その先にスペーサーが来て、スペーサーがショアでは4ヒロ、オフショアでは3ヒロ取っています。これを1、2、3、4ですねが来て、その先にノットが来ます。で、ここのリーダーが、オーシャンレコードショックリーダーを使っていて、そこのノットはノーネームノットというノットです。その先のルアーとの結束は、僕は両子結びで結んでいます。これはそうですね、僕の感覚ではあるんですけど、芋虫ノットとかいろんなノットあるんですけど、なんかこのノットが好きで気に入って使っています。で、水ベルも最初つけたりとかしてたんですけど、溶接リングの方がルアーの泳ぎも良くて、なおかつ魚もよく食ってくる気がしてて、このシステムで落ち着いています。続いてはちょっとしたこだわりですね。この14000番のリールに関しては少しラインを少なめに巻いてます。スペーサーを抜くとだいたいこんな感じですね。少なめに巻くことによってライントラブルが激減します。やっぱり飛距離も多少落ちるんですけど、ライントラブルすることがもうほとんどなくなるので、やっぱり1投ってすごい貴重で、タックルを組み直してる時間、システムを組み直してる時間っていうのはすごいもったいないので、それよりは多少飛距離落ちててもトラブルが皆無の方が一日中快適に釣りができるのと、スプールの径がちっちゃくなることによって、少し巻き上げ量は減るんですけど、その代わりパワーが上がります。分かりやすく言うと PG になる感覚ですね。径がちっちゃくなることによってぐっと力が入るので、ファイト中もう一巻きどうしてもしないといけない、もう根ずれが目に見えてるっていう時にガッとこう力入れないといけないタイミングがあるんですけど、その一巻きができるようになります。本当にちょっとしたことなんですけど、その一巻きできるかできないかで取れる魚が本当に変わります。なので僕は本当にパンパンで巻いた方がかっこいいし気持ちいいんですけど、やっぱりかけた後のこと考えると少し痩せ気味でも1回転負けた方がいいと思うので、このスタイルに落ち着きました。そして、使ってるロッドですね。僕が使うロッドは結構固めを使うことが多いです。ここぞっていうところで勝負できるっていうのがあって、やっぱ硬い竿でドラグ緩めたりとか、なんやかんや力を弱くすることはできるんですけど、やっぱロッドが弱い状態で負荷をかけるっていうのはなかなかしんどい場面があってですね、やっぱりある程度竿を硬くしておくと、その場所によって対応できる幅がすごい大きいのかなと思って、僕は固めを使うことが多いです。で、もう一つこだわりとしては、基本的にロックショアのロッドって長いんですけど、これ今僕がメインで使っている98、約10フィートあって長い竿なんですけど、結構後ろに障害物があったりとか、もう本当に断崖絶壁のような、後ろに思いっきり振りかぶれないような状態、そういった磯に行くこともあります。そういう場所ではオフショアで使うようなこういった8フィート台のロッドを使うこともあります。ルアーを竿にしっかり乗せて投げた方が飛ぶので、オープンで投げれる場所はやっぱ長い竿の方が飛ぶんですけど、投げにくい場所ではショートロッドの方がルアーが飛ぶ場面も非常に多いので、そこは渡る磯によって使い分けています。ショアだからといって長い竿じゃないといけないっていうことはなくてですね、しっかりロッドにルアーの重みを乗せることが一番大事なので、竿が折れたりしないっていう面でもそこは柔軟に対応するように僕はしています。ということで、今回は僕が普段使用している GD タックルの紹介でした。釣りしている中でですね、本当トラブルもなくて大きい魚もなんとか取れているので、これから始める方もぜひ参考にしていただけたらと思います。今回もありがとうございました。